れねえのかな。見えるかな、角度的に大丈夫。それ見て下。床見て。はい、短いところから乾かしていきます。今度は長いところから乾かすと、長いところはちょっと生乾きにしてありますから、短いところからいきます。でこれはやはりターボをつけて速くするんじゃなくて、やっぱ熱を持たないと伸びないので、熱に伸ばしてきます。ただぐらいで乾かしてもほとんどここもうそのままでもいいぐらい乾いています。多少失礼します。あまりに風強いので、例えば慣れるまでちょっと時間かかるし、アームも使った方がいいかもしれないですね。慣れないですよ。あと例えばご飯食べた後とか水飲んだ後はすぐはこれやらない方がいいと思います。ご飯食べる前に使った方がいいです。レールだけはやっぱり気になるかな。スリッパを入れる場合は逆に、風に沿ってお腹いきます。
あまりね、今は、普段は今日の時はね、加えてありますけど、今日は炒めないように作るので、熱はあまり加えないです。味強くして、風とグラスで乾かすというその時その時によってだから変えます。天気の時に。ドライヤーの機種も変えます。スタンダードプードルだとこのぐらいの風だとすごい速いので、もうちょっと熱量これで上がるとこのドライヤー最高に急いでくる。ちょっとこの強風にすると熱落ちるんですけど、ここで熱落ちなかったらカーボンね、カーボンですね。前に行きます。ちゃんとよく汚れを落として、最初にスプレーしといて落とすのと、もっとここ4回洗ったところになるので、非常に汚れた足っていうのは、乾くのが早いですね。この脇は乾かし忘れがないように、この時間差でやる場合に、このドライヤーがちょっと熱が入るので、3分ぐらいかかるので、先にちょっと前にスイッチをちょっと、もうやり始めて3分間あったら、熱いです。でもここからあとは、毛に沿ってかけていきます。ここはちょっと炒められないので、メラトニンの時間なので、ここから先は、この人。で、ここだけはブロワーかけてないので、ゴムブランドしてて、ここだけはどうしてもちょっと大事に乾かしてやったりするので。半分使うっていうこの早くてもどんなに早くてもこうやらない半分使う癖をつけてれば毛は傷まないけど、こうやるとどうしても手先に全部力が入るから手の先が飛んじゃいます。どちらかというと先はもう力抜いてるのでプラス入ってません。根元だけ乾かす。
スリッカーじゃ傷んじゃうし、ジンブレスじゃ遅いしっていうことはもうこれに限ります。で両面があるんですけど、慣れないと使いにくくて、結局自分は両面は使わないで、両面ここにあります。両面ありますけど、慣れなくて使い切れなくて、ちょっと重いので、両面の分今はこっちの片面をよく使っています。これやってるとやっぱり自分も汗かいてすごいですね。一日これやってると相当気力がないとなかなか持たないで疲れですね。海外行く前とか全部洗わなきゃいけない1日10頭とかいうこのパターンですけど、今コロナのおかげでゆっくり仕事してます。なんか質問はちょっと後で受けますね。すいません、全然見てる余裕がないです。グロー終わりです。次セットペーパー巻いていきますので、一回セットペーパー巻くチェック支度しますから一回切ります。